本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。今回は YouTube で人気のコンテンツ、こちら What's in my bag をやっていきます。バック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 。いつも私ささやき声で雑談動画を撮影しているんですけれども、小声とささやきを混ぜた声で、動画を撮ってほしいっていうリクエストを結構前からいただいていたので、とっても久しぶりにこのくらいのトーンでお話ししていきたいと思います。ささやき声じゃない雑談は一番初めの私が動画に込める思いっていうものと、登録者数1万名様を突破した際の私の本名やチャンネル名の由来についての動画くらいですね。ロールプレイ動画は地声で、雑談動画はささやき声が好きっていう方が多い印象なんですけど、今見てくださってる皆様の好みもよかったらコメント欄で教えてください。YouTube のコミュニティでアンケートを今度取ろうかなとも思ってますが、その際はアンケート答えてください。で、今回どうしてWhat's in my bag をやろうと思ったのかというと、自分も結構見たことのあるコンテンツなので、以前からやってみたかったんですけど、このタイミングになったのはとってもね、素敵なプレゼントをいただいたからです。なんとニューヨークにあるテリー・ブレイク様からこちらのバッグをプレゼントをしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私のチャンネルは海外の視聴者様も多いんですけど、昨年の夏頃にもニューヨークの方からね、贈り物をいただいたので、ニューヨークとご縁があるのかなって。私は本当にファッションが大好きで、インスタグラムにも様々なコーディネートを投稿をしているので、今回そのテリー・ブレイク様が何を見て自分を選んでくださったかはわからないんですけど、頑張ってファッションについて更新していてよかったって思いました。はい、今日もね、これはちょっとここに今バッグはもう一つ実はいただいてるんですけど、今日は赤色をテーマにした動画にしたかったので、ちょっと赤
敵なこのバッグのご紹介をしたいので、後でちょっといい感じに撮ってくるんですけど、そちらを先にご覧ください。はい、ではどうぞ。まず箱からとっても素敵で、このままインテリアとか収納に役立てたいくらいのデザインです。ちょっと今回は関税のチェックでカッターでね、何箇所か切られてしまっていたので断念しようと思います。しっかりとしたこの箱を開けると丁寧に梱包されていて、可愛らしい巾着が出てきました。この布もしっかりとしているので、お洋服の収納や旅行の際の小分けにする袋にも使えそうです。そしてバッグの登場。この度2種類のバッグをプレゼントをしていただきましたので、音を楽しんでいただきながらご紹介します。まずケイドービテロ12インチレッドです。テリーブレイクのバッグはすべてイタリアの高級レザーを使用して作られているので、とても高級感のある質感です。ハイブランドのバッグに比べるとかなりお値段が安いので、正直そこまでの期待をしていたわけではなかったんですけれども、届いた時にクオリティが高くってすごく驚きました。中は高級感のあるスウェード素材で柔らかくて気持ちいいです。持ちもしっかりあって、中のポケットは2つ、ジッパーまでついてます。こんなところにまで金具が使用されていて、デザインからも丁寧さが伝わってきます。付属のストラップがあるので、ショルダーバッグとして使えるところが高ポイントですよね。手で持っていて疲れちゃった時はショルダーに変えてという感じですごく便利なので、私はこういった 2way のバッグが好みです。この金具部分にまでロゴがあって、細かい部分まで本当に可愛いなって思いました。こちらは幅クロコゴールド14インチダークグリーン。テリーブレイクのバッグは皆様がよく知っているようなハイブランドで経験を積んだイタリアの職人さんたちが丁寧に作っているそうです。デザインはもちろんのこと、形状や耐久性などの品質にもこだわっていて、ハイブランド同様のクオリティなんですね。私の最近
自分が持っているバッグがどれもすごく傷んできてしまって、ハイブランドのバッグを持ったことは今までないんですけど、新しいものを探すためと勉強のためにハイブランドのお店を最近片っ端から見てきたんですね。なのでこのタイミングでテリーブレイクに出会えて、このブランドのこれらのバッグの良さがより一層分かりました。こちらも形もマチがしっかりあって、ポケットは中と外に一つずつあります。付属のストラップとチャームもついてます。適正な価格でこの高品質のバッグを流通できるのは、人々が適正な価格で贅沢を楽しむことができるように、ラベルで追加されるコスト分を取り除いているからだそうです。ブランドネームでかなりお値段がマシマシっていうことは、あるあるなので、すごく良心的なブランドですよね。この動画の説明欄にテリーブレイクのサイト URL を記載しているので、ご覧いただくとわかると思うんですけど、一つのデザインに対してのカラーバリエーションがすっごく豊富なんですね。その中で私がこの2つのデザインを選んだのは、カラーバッグが欲しかったからです。カラーバッグって挑戦しづらいと思うんですけど、ファッションのポイントになるのですごくおすすめですし、意外と使いやすいです。私はそう思います。で、こちらのケイト・ビテロは実はすごく似たバッグをもともと持ってたんですね。でも劣化しちゃって、代わりのバッグをずーっと探していて、でもこの真っ赤なバッグっていうのが使いやすさも兼ね備えたいいデザインのバッグなかなかなくって、でもこのケイト・ビテロは赤だけでも確か3種類くらいあって、深みがちょっと違うというか、素材とか、すっごく悩んでこの鮮やかなカラーにしました。で、こっちのよいしょ、こちら、このアバ黒コゴールドは自分の持っていないタイプのデザインっていうのと、あと深みのあるこのグリーンがすごく素敵だなと思って選びました。この黒子のバッグっていうのを持つのは私は初めてです。デザインがね、本当に豊富すぎて気になるものがたくさんあったんですけど、在庫がなかったりとかで、最終的にこの2つをいただきました。はい、これを決めるまでにすごく時間がかかった。でも本当にそれくらい魅力的なバッグばかりなので、ぜ
みんなに見てほしい。本当に楽しい。サイトを見ててずっとニコニコしてました。はい。で、このチャンネル用のお得なクーポンも発行してくださったので、この動画の説明欄をぜひ、チェックしてみてください。はい。改めまして、テリーブレイク様、私を見つけてくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you so much. Thank you. では、私のカバンの中身を紹介していきたいと思います。シャキーンシャキンシャキン。はじめにちょっとお伝えしておきたいのが、かなりボロボロなアイテムがボロボロなアイテムが多いです。理由は中身を紹介しながらにしましょうね。はい。ではまずお財布から。お財布、これはグッチのお財布です。グッチ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 。キルティングっぽい素材なので、初めはねもっと白かったんですけど、見えるかな、ちょっとモザイクかけ、セルフモザイク、結構汚くて、私は物を買い替えるっていうのが得意じゃないので、一旦簡易でこっちを使おうっていう買い直し的なことができなくって、気に入ったものが見つかるまではどんなにねボロボロになっても使い続けちゃうんですよね。結構家族にもね買い替えなよって言われるくらいなので、この財布を新調したら本当は What's in my bag をやろうって思ってたんですけどね、この度素敵なバッグをいただいたので、諦めてこのまま今回撮影をしました。でもお財布って年に1回買い替えないといけないってよく言いますよね。買い替えたらねまたお見せします。はい、お財布でした。でね、次ちょっとサクサクいかないと動画長くなっちゃうから、また次がキーケースです。はい。いやね、これこそ本当にまずくってかなりボロボロなんですけど、あんまり見えないかな。よし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 。これもさっきと一緒でグッチなんですけど、十数年くらい前から使ってるので、新しいの本当に探さないといけないんですけど、なんか日々考えることがたくさんありすぎて、なんか今はまだね使えるものじゃないですか。これを買い替えるためになんかベストなものなんだろうって調べる作業をする時間がねなかなか取れないというか、それよりもなんか動画制作に関わることに今は時間をね使いたいなってなっちゃって、このありさまですね。はい、言い
次は AirPods なんですけど、これ名前が刻印できて、私ちょっとあだ名がここに入ってるので見せられません。モザイク見せられないので、ちょっと次に行きましょう。でもすごく大事なアイテムで、ノーミュージックノーライフなんで、次がですね、このハンカチも大事。これはね、以前のすっぴんからの、メイク動画でお話しした通り、ビビアン・ウェストウッドですね。私の持ってるハンカチはほぼこのビビアン・ウェストウッドです。その日のね、コーデに合わせて、カラーを決めて持ち歩いてます。はい。ちょっとサクサクいきます。ハンカチでした。で、メイクポーチ。これもすっぴんからのメイク動画でお話ししたんですけど、このビビアン・ウェストウッドのハンカチでマイマミーが作ってくれたものです。このポーチの中身は別動画でご紹介しているので、こちらもご覧ください。はい、で、次が大物ですね。このちょっとちっちゃい巾着というか、ここにたくさんの色々が入ってます。そう、この巾着自体はコスメキッチンのプレゼントでもらった時の袋ですね。はい、中は本当に色々入ってて、これはスプレータイプの化粧水、外に行って乾燥した時にすぐシューってできるように持ってるんですけど、そんなに頻繁にね、忘れちゃうから、たまにちゃんと思い出したらこう、大丈夫かなマイク、こんな感じでやってます。はい、大丈夫だね。はい、とか、よく私の動画に登場するフェルナンダフレグランスリッチハンドクリームマリアゲルのハンドクリーム、これはすごくいい香りがするので、もう何年だろう、すごい長い間愛用してるハンドクリームです。ちょっと少なめにつけたからもう音しないけど、怪しい人になっちゃう。はい、とか、あとね、水に流せる鼻紙ティッシュとか、水に流せないか、これは大事ですよね。ティッシュ本当に大事。あとね、私本当に代謝が良くて、夏すごく額に汗をかいちゃうので、いつでもこうサラサラな状態にしたくて、このサラサラパウダーシートも持ち歩いてます。ちょっと音が大きいかな。ちょっと音が大きかった。これは名刺入れなんですけど、中身はお薬ですね。私の母がこういう風に名刺入れを使ってて、どこだっけな、これ無印良品で買ったのかな。そうで、ここによく飲む胃腸が弱いので胃の薬と、あと絆創膏の靴ずれがね、私絶対するので、絆創膏を持ち歩いております。はい。
ぱり友達も靴ずれ夏とかしちゃってたりとかすると、持ってると重宝するので、もうすかさず、なんか傷がってなったら、まあそこあるよみたいな。イケメンかってね。で、あとは、もうこれは絶対もうどのものよりも大事かもっていうアイテムなんですけど、香水のアドマイザー。香りがこうすごく大事にきてるのでちょっとここに直やっちゃったけど、ね、私はもうだいぶ長いことこの香水を使ってるんですけど、ケイト・スペイドのもう売ってない廃盤になっちゃった香水ですね。はい、だいたいあまりみんなが持っていないような香りを使うので廃盤になりがちです。はい、ネイルオイルもいい香りがするものがいいので、これはマイネーのネイルサロンで買ってるんですけど、ネイルオイルですね。やっぱり爪も乾燥するとささくれとか、あと私の場合はネイル、このジェルネイルっていうのをしているので剥がれるというか浮きやすいんですよね、乾燥しちゃうと。だから大事なネイルオイルです。はい、ヘアゴムでしょ。ヘアゴム本当にこんな隅から隅まで出すのに付き合ってくれてるんですねすいません。ちょっとお薬シリーズなんですけど、お薬というか漢方ですね。ちょっと風邪気味だなって思ったらこう悪化するのがもう嫌で、すぐにこの葛根湯を飲むっていうことをしているので、ちょっと強めの葛根湯と弱めのやつ、お薬を飲むのがあんまり好きじゃないので、葛根湯に頼っております。はい、あとは結構こう思うようにご飯が食べられないことがちょいちょいあるので、気持ち悪いとか、津村の漢方半減写真と口に入れる系がいくつかあるの。ブレスケアとミンティアもね、私の高校生の頃の三種の神器が自己紹介動画でお話ししたことあるんですけど、このミンティアと、香水と、あと櫛ですね。これも赤だ、はい、が三種の神器だったっていうくらい、もうミンティアはこうってこう爽やかな気分になりたくて、いつもこの一番辛いやつを食べております。はい、櫛はね普通に溶かすのに大事なので。で、食事の後にすぐ歯磨きとかできればいいんですけど、マウスウォッシュとかなかなかこうニンニクとか食べた後にずっとモヤモヤってするとか嫌なので、ブレスケアも割といつも持ってる。さっきのハンドクリームの手が滑ってうまくできない。はい、食べかけの梅干しこれはちょっと待ってね、見たことある人いますか？この梅干しのタブレット、すごい
ちっちゃい時からずっと食べてるんですけど、よく駅の売店とかに売っていて、で、梅練りとか見たことある人多いと思うんですけど、これはしそと梅干しだけなんですよ。使われている成分というか、本当にそのまましそ入りの梅干しから種を取り除いて、こうギュッとフリーズドライしたっていうタブレットで、こうちょっと夏に暑くて汗かいて、塩の飴とか舐める感覚で梅干しを食べるっていうことをしたりとか。でも年中梅干しのこのタブレットは持ち歩いてる。箱だと大きいから、こっちのその中が小分けになってるから、これを入れてる。はい、これはね、持ってる人いないんじゃないね。初じゃないでしょうか。こちらはいかがでしょうか。梅干し、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 梅干し。これも赤いね。赤です。では一旦こちらがラストですね。タンブラーです。タンブラー、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 タンブラー。私がとってもお水を飲むので、外出時は欠かせないアイテムの一つですね。実はね、これちょっとちっちゃいタイプで、普段は500ミリくらい入るこうタンブラーというか水筒を持ち歩いてるんですけど、それがちょっとボロボロなので、今日はこっちの小さいけど綺麗な方をお見せしております。綺麗な方でございます、こちら。でもちっちゃいバッグの時はこっちの方がまあね、便利なのでこっちを使うようにしてます。はい。真冬でも氷水を持ち歩いて、氷をガリ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 って食べてますね。はい。っていうタンブラーでした。はい、で、ここまで紹介したものは、ほぼマストっていう感じで、いつも持ち歩くバッグっていうよりも、服装に合わせてバッグを変えてるので、ちっちゃいバッグで入りきらない時はメイクポーチとか置いていくんですけど、逆に少し大きめのバッグとか一日中外出するよっていう時は他にも持ち歩くものがあります。まず iPad。 これは主にインスタグラムやツイッターにアップする写真を加工したり、ネイルのデザインを考えて書き込んだりするのに使用してます。最初はスケジュールとか目標設定とかもこの iPad でやってたんですけど、最近はこういろんなものをイラストというか書きする方が多いですね。次にエコバッグ。お買い物をすると決めて外出する際は必ず持ち歩いてます。お金を出せばビニール袋を買うことはできますが、塵も積もれば山となるということで、今はみんなエコバッグが欠か
せない時代ですよね。続いて歯ブラシ。少しの外出なら、帰宅するまで我慢っていうのはできるんですけど、一日中だとやっぱり歯磨きをしないと気持ち悪くてすごく辛いので、バッグに余裕があればなるべく持ち歩きたいアイテムです。歯磨きするとすっきりして気持ちいいですよね。そして最後にカードとペン。私はちょっとしたプレゼントをあげるのが好きで、待ち合わせ前に何かを買った際や、ただ感謝の気持ちを伝えたいっていう時にちゃちゃっとかけるように持ち歩いていました。昔は本当にいつも大荷物だったので絶対バッグに入ってたんですけど、今は以前よりは荷物が減ったので稀にしか入れてませんね。はい、ということで初の What's in my bag いかがでしたでしょうか。今回はちょっと年季の入ったアイテムが多かったので、いつかいろいろね新調したらまたカバンの中身紹介動画を撮影したいなって思います。リベンジをね、はい、今日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして明日も素敵な一日となりますように。それではおやすみなさい。